皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本における新型コロナウイルスの収束が近づいているといったニュースを見ていきましょう。なお、収束の方向にはありますが、これは現在進行形の話で過去形の話ではありません。ですから、将来においては再び感染者が大きく増加するということもあり得る話です。なぜそのようなことが考えられるかといえば、新型コロナウイルスはパンデミック、世界的な流行を見せています。ですから、日本において感染がある程度収まったとしても、世界中を見てみれば、まだまだ感染地域というものがあり、それらが流入する可能性というのはあるのです。ただ、それはそれとして、日本国内においては収束に向かっているというデータをまずは見ていきましょう。まずは日本全体の感染者数を見ていきましょう。こちらは新規の感染者数のグラフなのですが、4月の頭もしくは中旬のあたりに大きな山があって以降は、それ以後はずっと右肩下がりになってきています。インターネット上ではこうした新規の感染者数が落ちてきているというのを見て、政府が隠蔽しているであるとか、各自治体が PCR 検査を行っていないからだといった話をする人もいるわけですが、実際の PCR 検査を見ていきましょう。こちらは新規の PCR 検査件数です。確かに3月から4月の頭にかけての件数というものは少ないわけですが、その後は基本的に少しずつ検査件数は伸びています。そして累計の PCR の検査件数についてみても、だんだんと検査件数の増加ペースというものは上がっているように見えます。こうした検査数が右肩上がりなのに対して、新規の患者数というものが下がっているというこの事実から、全体としては収束の方向に向かっていることがデータからもわかります。こちらは新型コロナの退院者数についてです。こちらのグラフについて言っても、感染者の増加ペースが一番激しかった4月の半ばから時間を置いて4月の下旬から5月に入ってからの新規の退院者数というものが伸びています。これは新型コロナの場合、1週間や2週間入院していることがあるからです。全体として新規の患者数よりも退院数が多い状況が続けば、病院の状況もどんどんと改善されていくことになります。それでは日本全国から今度は一部の地域について見ていきましょう。こちらは大阪の新規の感染者数のグラフです。全国と同じように4月になってから急激に患者数というものが増えるわけですが、一方で5月に入ってからの新規の感染者数の増加というものも明らかに鈍っています。そしてなぜ大阪を取り上げるかというと、新型コロナウイルスの収束が一番わかりやすい例であると同時に、情報発信についても今のところ一番良いのではないかと思うからです。こちらは吉村大阪府知事のツイッターのコメントなのですが、本日の陽性疑い検査数は352件、陽性患者数は8名、再陽性者別途1名、陽性者率は 2.3% でした。陽性者8名の内訳は、病院2名、濃厚接触者3名、感染源不明3名です。といった具合にして、検査件数が一体何件だったのか、そして陽性の患者数、それに伴う陽性率、患者の内訳まであり、情報発信としては非常に的確です。他の都道府県ではこうした全ての情報が詰まった同時発信というのがなかなかなくて、日々更新される情報としては、新規の陽性者数は何名でしたよと発表されるものの、じゃあ一体それが何件検査した上での人数なのかというのがわからないことがあります。一番感染者数が多い東京都などにおいても、今日の新型コロナの陽性者は何人でしたよという発表が毎日のように行われ、それがニュースになるわけですが、その時には検査件数が何件かといったことが同時には出ず、何日か後になってようやく全体の感染者数と、そして検査数のデータが揃うというようなちぐはぐさがあります。大阪では緊急事態宣言に基づいて休業要請などが行われているわけですが、その要請などについてどこで取りやめるのか、その判断基準というものをある程度示しています。それが大阪モデルです。大阪モデルの基準とは、感染経路不明の人数、直近1週間の平均値が10人未満、PCR 検査の陽性率、直近1週間の平均値が 7% 未満、重症者の病床使用率が 60% 未満、3項目とも基準を7日連続で達成できたら自粛を段階的に削除ということを発表しています。この大阪モデルの基準に基づいて日々情報が公開されています。最後に少しだけ豆知識。
緊急事態宣言下での各行政の長の権限というものは、お店に休業要請するのは自治体の長です。いわゆる緊急事態宣言、それ自体は安倍総理が行ったわけですが、各都道府県においてそれぞれのお店に休業指示を出すのは安倍総理ではなく、それぞれの行政府の長です。そして感染状況は地方ごとに違います。大阪のようにある程度の患者数というものがいるような地域においては、一体どのような基準を満たしたら休業要請を取りやめるのか判断しますよというのを示す必要があるわけですが、地域によっては新規の患者数というものが非常に限られているところも多くあります。そのため、新規の感染者が1週間連続でなければ、順次休業要請を取りやめされるのではといった報道も行われています。新型コロナに対して正しい知識で正しく恐れる。そのためには、より分かりやすく誤解のないように情報を伝えることも大事です。今回は大阪の吉村知事のツイッターの発言を取り上げて、これは良い例の代表だとして紹介したわけですが、残念ながら情報伝達がうまくいっていない自治体も他にはたくさんあります。それは通常業務に加えて、こうした新型コロナウイルスへの対応といったものを迫られている段階においては、担当できる職員の数が十分ではなかったり、もしくは予算なども全くついていないようなところもあるでしょう。そうした問題が発生しているからこそ、しっかりと対策予算を組むことが政府には求められています。そして予算という意味では、地方自治体が厳しいのであるならば、それよりも上の国の組織などは予算も多いわけですから、もっと国民に対して成果を見せる必要があります。広報に絞った場合において、例えば厚生労働省のツイッターなどを見ていくと、残念ながらうまくいっているとは思えません。例えばツイッターのコメントなどを見てみると、何々の件について公表しました、更新しました、掲載しましたといった言葉が並んでいて、リンク先を自分で開いてねといった類が非常に多いことがわかります。文字数にまだまだ余裕があるのに、概要などについてあまり触れていないのは一体なぜなのでしょうか。そして、いざリンク先に飛んだとしても、残念ながら多くの人に読んでもらうということがあまり伝わってこないような非常に硬い文章だけが並んでいたり、逆に数値だけが並んでいて、そこに注釈がいっぱいついていて、これは一体どういう意味なんだろうかとちょっと首をかしげるような資料なども多くあります。それこそ問題点を指摘する声はいっぱい届いているはずなので、国民の声を聞いて改善すべきところを改善することが今の厚生労働省なども他の機関についても同じように求められるところです。そういった改善すべきところはたくさんあるわけですが、それにもかかわらず日本に国内においては感染は収束の方向に向かっています。以前私は実効再生産数という言葉について紹介しました。これは一人の患者が一体何人に移してしまうのかといった数値なわけですが、これが1より大きければ感染は拡大期にありますし、それが1を下回った状態が続けば収束の方向に向かいます。日本においてはこの実効再生産数は4月にはもう1を下回っていることが発表されています。ですから、もう少しで地域によっては休業要請などについては解除することが可能なのです。そして、正しい知識で正しく恐れるという意味では、一つ回答が出ていることがあります。それは学校の再開問題です。新型コロナウイルスの特徴というものはこれまでにいくつか分かってきました。まず第一に、年齢が上がれば上がるほど重症化リスクが高いということがあります。第二に、他人への感染力という意味で言うと、今度は症状が軽いか重いかというのは全く関係なく、むしろ年齢が上がれば上がるほど人への感染力というものは上がるということが分かってきました。そして第3に、未成年の場合は感染したとしても無症状か非常に症状の軽いような人の方が割合としては圧倒的に多いのです。この1、2、3の特徴を合わせて考えると、学校は再開して大丈夫ですというのが科学的な結論です。ただ、新型コロナウイルスの流行を気にするのか気にしないのかといったことは、とりあえず横に置いておくとしても、教育現場において感染症対策の考えというものはこれからどんどんと取り組まなければなりません。教室の換気をしっかりとしましょうであったり、手洗いをみんなしましょうといった話については、環境整備や衛生教育といったものを今後も継続的に行っていく必要があります。また、これまでは1クラス何人の教室にするかというのは、教育のコスト問題や教育の効果のところから、その人数について議論がされることが多くありました。しかし、
今回の新型コロナウイルスの経た後であれば、今度は感染症対策の一環として、1クラス何人ですかといったところについては、もっと厳密に考えるべきでしょう。ですから、教室がぎゅうぎゅうになるような机の並べ方の人数というのは、アフターコロナの世界においてはご法度だと言えるでしょう。もちろんこれは今すぐに解消できる話題ではないので、順次1クラスあたりの人数を減らしていくという取り組みが必要です。残る問題は院内感染の防止と高齢者施設での集団感染の防止です。この2つを重点的に政府や地方自治体が支援することで、日本全体の新規患者というものも大きく抑制することができるでしょう。また、ワクチンの開発が終わった後においても、この2つの問題に対してはしっかりとワクチンを優先的に回すことによって医療体制を保持し、大きな集団感染を起こす可能性について減らすことができます。新型コロナウイルスに対して有効な薬がこれからどんどんと見つかるでしょうし、ワクチンの開発などについても時間の経過とともにだんだんと開発が見えてきます。これらの人間側の対策が進めば、新型コロナウイルスもそのうち風邪やインフルエンザのように大きく報道されない扱いになっていくでしょう。あと、ほんのちょっと少し不要不急の外出を抑える。それだけで日本は中国から入ってきた中国株、そしてそれに続いて入ってきた欧州株、2つの流行の波を乗り切ることができます。中国や欧米のようなガチガチに厳しい都市封鎖を伴わないこうした対策によって乗り切ることができれば、それは日本人の清潔さやみんなで危機意識を共有できたことの証でもあります。これは日本人全体として見れば非常に素晴らしい特性だと私は思います。皆さんはこの話題についてどのようなことを考えたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。